Go! 毎度おなじみの新保製作所製の薪ストーブです。使い始めて3年が経ちまして、中の部品がちょっとダメになってきました。この辺りちょっと曲がっちゃってますよね。わかりますかね。多分ガラスを熱から守る鉄板なんじゃないかと思うんですが、こういうふうに両側とも、曲がってきました。それからこの画面ではちょっとわからないんですが、そこの鉄板が二重になっていまして、その1枚の鉄板がやっぱり曲がってきています。でもどうやらこういう風になってしまうのはしょうがないらしくて、今回はこの部品の交換作業をご覧いただきたいと思います。それからちょっとした改造なんですが、ダンパーを煙突に取り付けてみたいと思います。交換部品は新保製作所さんのホームページからネットで購入できます。服部9これが交換部品の、ストーブの内側の鉄板ですね。3枚あります。この大きいのは底の板ですね。それからサイドの板が1枚ずつ入っています。取り付け用の小さいネジも一緒についてますので、ネジごと交換できます。ネジはそんなにダメにはなってないと思うんですが、こういう時って大体なくすんですよね。なので余分にあると助かります。それからこれがダンパーです。薪ストーブを出てすぐのところの煙突に取り付けます。煙突へ行く排気の勢いが強くなりすぎないように調節できるものです。服部9まずは残っている灰を全部かき出します。まだ少し置き火が残ってますけども、ブリキのバケツに入れれば問題ありません。まずは底板から取り外します。底板の取り外しですが、薪ストーブの裏に蝶ネジが一つあるんですね。これを取るだけで底板は外れます。手が届きにくいところなので、蝶ネジにしてあるっていうのはすごく親切ですよね。そうしましたら内側からネジを抜きます。ネジを取ったので今そこに穴が開いている状態になってしまっていて、灰が落ちるのが嫌なので、ちょっとテープを貼っておきます。これで底板が外れます。端の方は結構、熱にやられて、これは溶けたんでしょうかね。どうなんでしょうか。錆びて、ボロボロになったっていうことかもしれませんけども、底板の下の方にまで灰が回り込んでしまっていたので、その灰も掃除しておきます。次に側面の板を2枚取り外すんですが、内側のネジはインパクトで回します。外側のナットはペンチで挟んで固定します。
この板も結構ボロボロですね。反対側も同じように取り外します。こちらは完全に穴が開いてます。ひどいですね。それでは新しい部品を取り付けていきます。取り付けの順序は単純に取り外しと逆の順序で行います。最後に底板を取り付けます。はい、こんな感じでですね、底板と、側面の2枚の板、合計3枚の鉄板を取り替えました。あとは上の蓋を元に戻して、薪ストーブの底の鉄板を熱から守るために取り出した灰をもう一度戻します。ファクトリー9。部品の交換はこれで終わりなんですが、煙突にダンパーを取り付けようと思います。煙突のつなぎ目に取り付けます。この辺りですね。うちの場合はここに伸縮できる煙突を使っていたので、この煙突の長さを少し短くして間にダンパーを入れようと思います。ダンパーを差し込むところが取れてなかったんですが、単純に差し込むだけなので、難しい作業ではありません。こんな風に煙突のカバーから、このダンパーのハンドルだけを、外に出すっていうこともできます。これでダンパーの取り付けは終了です。ファクトリー9。ではこのダンパーの効果が、どんな感じなのか試運転してみたいと思います。まずはダンパーを開いて煙突に抵抗がない状態で、火をつけます。今回は松ぼっくりと杉の焚き付けを使います。今回はダンパーで空気の量の調節をしてみたいので、細い枝の薪をたくさん入れて、いつもよりは強く燃やしたいと思います。よく燃えて空気がたくさん吸い込まれていますので、その音を聞いてみてください。ここでダンパーを閉めてみたいと思います。空気を吸い込む時のパタパタパタっていう音がテンポが少し遅くなったのがお分かりでしょうか。エンジンのアクセルを緩めた時のような感じがします。もう一度聞いてみてください。確かに吸い込まれる空気の量が減っているようですね。ファクトリー9。
ということで今回は、薪ストーブの中の部品の交換とダンパーの取り付け作業を行いました。この新保製作所の薪ストーブ、耐久性が今一つかなと思ってたんですが、劣化する部品の交換ができるっていうことが分かりまして、それに加えてまた新しくこのダンパーも取り付けて煙突の方へ排気される空気の量の調節ができるようになりました。今年で3年目の薪ストーブなんですが、まだまだ長く使っていきたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。